皆さんこんにちは。今回は宮城県作並温泉にある湯尽くしサロン一の坊をご紹介します。作並温泉は仙台市街地から車で約40分、古くから仙台の奥座敷と称された温泉です。一の坊は館内の利用が全てのプランに含まれるオールインクルーシブ温泉リゾートです。今回は一の坊の半露天風呂付き客室に宿泊しました。この動画では館内の概要、お部屋、お風呂、驚きの食事とラウンジまでたっぷりとお見せします。さてこのチャンネルは私が実際に宿泊した宿について館内全体からチェックイン、お部屋、お風呂、食事、チェックアウトまで臨場感のある動画を目指しています。特に温泉についてはなるべく実際に入浴してお湯をご紹介するようにしています。一通り見てもらえば宿の全体がわかるようにしていますので、皆さんのホテル選びの参考にしてもらえると嬉しいです。一の坊に到着しました。一の坊の概要をご紹介します。湯尽くしサロン一の坊は全118室。作並温泉では比較的大型の温泉ホテルとなります。一の坊のコンセプトはホテルでも旅館でもないオールインクルーシブ温泉リゾート。ラウンジでの飲食や豪華ビュッフェだけでなく、すべての施設をすべての宿泊者が楽しめるまさにオールインクルーシブリゾートとなっています。エントランスからロビーです。ロビーはとても開放的になっており、ここからフロント、ショップ、ラウンジ、その他館内多くの施設にアクセスできます。奥にラウンジがありますが、こちらは後ほどご紹介します。ロビーの中央には大きな暖炉、上には木村秀樹による雲金のオブジェや壁画アートが描かれています。壁や天井にダイナミックに描かれた桜ともみじが印象的ですね。セレクトショップ山の色。フロント脇にあるおしゃれな店内には雑貨類から一般的なお土産、お酒、牛タンなどが売られていました。向かい側にはもう一つショップがありました。こちらには雑貨や衣類などが売られていました。山のまんじゅう屋では時間限定で温泉まんじゅうやジェラートがいただけます。館内には木村秀樹氏の作品などが飾られていました。それまでこちらチェックインカードの方の記入と1番の番号札でお呼びしますので、どうぞサロンの方でお願いていただきまして、これは必要ですか？はい、お願いいたしますね。こちらのチケットの方をいただいたので、10% ポイント還元でお願いしますね。で食事どころなんですが、桜ダイニングという会場、夕食朝食ともビュッフェのご用意となっております。であと3時になりましたので入っていただけますので、それまでサロンの方わかりました。よろしくお願いします。はい、今回のお部屋は一の坊清流館の7階773号室団らんスイートというお部屋になっています。鍵はこんな感じのちょっとおしゃれなキーホルダーがついた鍵になってますね。では開けてみます。珍しくね引き戸になってるんですよね。
こちらが玄関ですね。正面にね壺が見えてますけれども、畳がもうすぐ敷いてあって和風という雰囲気ですよね。でお部屋はあちらの方につながってますけれども、まずはトイレとかね、その辺を見ていきたいと思います。こちらにトイレがあるんですけれども、入ってすぐトイレではなくて、こんな感じでお手洗いがありまして、で実はね両方に扉があるんですけれども、こんな感じでウォシュレット付きのねトイレがあります。反対側にも扉があって、こちら何かと言いますと、なんとこちらも同じような感じで通常のウォシュレット付きのトイレとほぼ同じようなトイレになってます。同じようなトイレがね向かい合ってるのはちょっと珍しいかなというふうに思いますね。こちらにはね洗面とお風呂があるんですけれども、まずはちょっとお風呂まで行っちゃいましょうかね。でこちらの洗面もちょっと変わっていて、ここにシンプルな感じの洗面が一つと、それからこちらには大きめのね洗面がありました。非常にシンプルな感じの洗面になってて、こんな感じのアメニティがね置かれてますけれども、アメニティもねかなりシンプルな歯ブラシとか櫛とか綿棒とかその程度のものになってます。ここにタオルと、それからシャンプーなんかがねこんな感じで小瓶になって置いてありました。ではお風呂にちょっと行ってみたいと思います。こちらがこちらのお部屋の売りであります半露天風呂の温泉のお風呂ということになります。こちらがね湯船になってまして、石でできた湯船になってますね。で下の方は木になってまして、奥の方には半露天ということでね窓があるんですが、実はこの窓ね結構低めになってまして、人の体の半分よりちょっと高いぐらいの、それぐらいの低さの窓になってまして、ある程度開ければね開放感があるのかなという感じがします。シャワールームもねちゃんと用意されてまして、こちらにシャワールームがあってお風呂があります。源泉かけ流しというふうに書いてますね。こちらについてはまた後でお見せしたいと思います。そしてこちらにはこういった冷蔵庫とかがね置かれてますけれども、ポットと茶碗が置いてありますね。であとは冷蔵庫ですけれども、ミネラルウォーターが3本入ってます。こちらは無料で飲むことができます。そしてお部屋ですけれども、こちら側にメインのリビングルームがありまして、でこちら側にはねベッドルームがあります。まずはリビングルームから行ってみたいと思いますけれども、こちらがメインのリビングルームということになります。かなり広いですよね。広さは12、13畳と、あと奥の広縁も合わせると20畳ぐらいあるんじゃないかなというふうに思いますね。こちらのお部屋は団らんスイートというお部屋ですので、リビングとベッドルームが分かれていて、さらにこのリビングルームがねかなり広いということになってます。まずはちょっと奥の方まで行ってみますけれども、景色はこんな感じですね。時期的に今木が枯れちゃってるのでそこは残念ですが、それでもねなかなかいい景色かなというふうに思いますね。ちょっと窓を開けてみますね。そして窓を開けると滝のような音が聞こえるんですけど、実はねあちらの下の方に川がね見えて滝のようになってます。景色はこんな感じで、おそらくねそちらの塔が温泉クラブという塔になるのかなというふうに思いますね。改めてお部屋を見てみますとこんな感じになっています。非常に広いお部屋ですよね。こちらの広縁に関してはこんな感じのガラスのテーブルとソファーは5人分ぐらいのねソファーになっています。そしてこちらのリビングルームにはテーブルと座椅子が置いてあります。それからこちらにはテレビはそれほど大きなものではありませんね。40インチぐらいのテレビかと思います。そしてこちらのね
扉といいますか障子をちょっと開けてみると、なんと中庭のようなね、こういった景色が見えます。本当にね、小さい中庭ではありますけれども、こちら側に露天風呂の窓がねあって、お風呂からこの中庭が見えるということになってますね。床の間はやっぱり立派ですよね。かなり大きめのねこけしが置いてあって、あと絵が飾ってありますね。こちらにはねクローゼットがあるんですけれども、クローゼットにはねこんな感じで、サムエですね。サムエと、あとこれ結構フリースみたいな感じのすごいふわふわの服が置いてあります。これ結構あったかそうですね。やっぱ冬はこういうのがあるとありがたいですよね。それから大浴場に持っていけるカゴですね。これには足袋と一の坊のロゴ入りのフェイスタオルがついています。そしてね、お部屋でね Wi-Fi が使えます。で Wi-Fi のねスピードも62 Mbps ありますので、十分なスピードがありますよね。こちらの一の坊ですけれども、ホテルでもない旅館でもないオールインクルーシブ温泉リゾートというのを売りにしているんですね。まず食事に関しても基本的には素泊まりっていうのはなくて、ビュッフェのディナーと朝食というのが宿泊者みんなについてます。でそれからあとはこちらのねくつろぎサロンっていうのがやっぱりオールインクルーシブのいいところで、午後カフェ、ナイトサロン、朝カフェ3つちょっと違った感じにねラウンジが使えるということになってました。それからイベントですね、ユザコンサート、ちょっとだけこれ後でお見せしたいと思いますけれども、あとはコーヒーライブ、こういったものもあります。それから連泊の方に優しいといいますか、連泊の方に配慮してお昼の焼きたてパン、これもねラウンジで提供されますので、こちらも無料でいただけるということですよね。オールインクルーシブとは言ってもね、ただ夕食に飲み物がね飲み放題とかそういう感じの宿が多いんですけれども、こちらの一の坊はね本当になんていうか館内全体を楽しむためのオールインクルーシブという感じに見えます。とてもいい感じのオールインクルーシブになってます。それでですね、一の坊はね棟が2つありまして、温泉クラブと清流館というふうにあります。今回は清流館の7階の団らんスイートというお部屋ですね。清流館と温泉クラブの違いに関して聞いてみたんですが、特に新館旧館という分け方ではなくて、棟が2つあるという感じになっているようです。それからこちらのパンフレットで大浴場について書いてます。で結構ねこちらの一の坊はね大浴場が充実していて、特に露天風呂が素晴らしいみたいなんですよね。大浴場の丸子の湯は男湯女湯があって、こちらはずっと24時までね利用可能なんですけれども、こちらの露天風呂ですね、広瀬川源流露天風呂、それから鹿のぞきの寝湯、自然風呂、この3つはですね、実はチェックイン日とチェックアウト日で男女入れ替え制になってますので、今日チェックインの日に入らないと入れないお風呂ありますので、こちらは注意が必要かなというふうに思います。あと泉質ですけれども、ナトリウム、カルシウム、硫酸塩、塩化物泉、弱アルカリ、pH8.3 ということになってます。で源泉に関しては一応3つあるようなんですけれども、基本的には泉質はどれも同じということになってました。それから貸切風呂山根の湯ですけれども、こちらに関してもね借りてますので、こちらは後でご紹介したいと思います。こちらがベッドルームです。ベッドルームもねかなり広いんですよね。10畳ぐらいありそうなベッドルームになってます。そしてこちらのベッドなんですけれども、これダブルよりもさらに大きいベッドになってます。クイーンサイズぐらいのねかなり大きめのベッドが2つ用意されていますね。ベッドサイドにはねこんな感じで電源と、スマホなんかが置けそうなスペースが用意されてます。これもちょっと嬉しいですよね。そしてベッドルームにもこんな感じでテレビが置いてあって、ちょっと古めのね小さめのテレビにはなってますけれども、こちらにはね兄弟が用意されてますね。ということで一の坊半露天風呂付き団らんスイートでしたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、それではお部屋のお風呂に入ってみたいと思います。
構深めのね石でできたお風呂で、足を伸ばすとほぼ向こう側についちゃいますので、ほぼ1人専用ぐらいの、それぐらいの広さのお風呂になってますね。前を見てもらうと分かりますけれども、ガラスになっていて、今窓をねほぼ全開に開きましたけれども、窓を開けるとね、上にはこんな感じで屋根はかかってはいますけれども、そこの中庭がねこんな感じで見えて、まずまずの開放感の、半露天風呂ということになりますね。お湯の泉質に関しては pH8.3 の弱アルカリの硫酸塩塩化物泉ということで、無色無臭ではありますけれども、源泉かけ流しということで、この辺に湯の花があってね、雰囲気は十分かなという感じに見えますよね。お風呂自体はそれほど広いわけではないんですけれども、お部屋のお風呂でね、普通はやっぱり1人で入ることが多いと思いますので、これぐらいのお風呂であれば十分なのかなという感じがしますよね。でやはり何といってもね、こういった温泉のお風呂がお部屋についていて、でいつでもお湯が満たされていてね、いつでもこういった温泉に入れるというのはとても贅沢な感じがしますよね。はい、こちらが貸切風呂山根の湯ということになります。ちょっと行ってみます。鍵はね、お部屋の鍵と共用に一緒についてまして、こちらの鍵になります。こちらがね、貸切風呂山根の湯の入り口ということになります。貸切風呂ですので、家族風呂ということになりますので、着替えスペースはかなり狭いですね。もうほんとこんな感じの1人2人用のそれぐらいのスペースになってます。洗面もねこんな感じでシンプルになってて、主に女性用でしょうかね、アメニティが用意されてますね。あとはこんな感じでシンプルなヘアブラシとか綿棒とかそういうのもあります。タオルはねお部屋とは別に用意されてまして、やはりこちらのシャンプー類はこちらのブランドになってますね。そしてこちらが貸し切りのお風呂ということになります。洗い場が一つだけあって、こちらの方に木の湯船がありますね。丸い湯船で、大きさ小さめになってますね。そしてこちらには砂利が敷いてあって、窓は半露天のようなそんな感じになっています。はい、それでは貸し切り風呂入ってみたいと思います。木製ではあるんですけれども、かなり小さめの樽型といいますかね、桶型のお風呂で、足もねちょっと伸ばせないぐらいの大きさになっていますね。窓がこんな感じで、窓を開けるとね半露天のようなそんな感じの雰囲気になりますけれども、基本的には普通に屋根がかかっていてね、こんな感じになってて、周りはねある程度木が使われてはいますけれども、まずまずの雰囲気のねお風呂かなというふうに思いますね。そしてお湯はですね、pH8.3 のアルカリ性の硫酸塩の塩化物泉ということで、源泉はかなり熱いんですけれども、源泉かけ流しというふうになっています。100% かどうかはちょっとわからないんですけれども、源泉かけ流しのお風呂ということになってますね。お風呂の広さから言うとね、ちょっと家族1人、1人と子供ぐらい、そんな感じのお風呂にはなってますけれども、これぐらいのね大型のホテルでこういった貸し切り風呂を用意しておいてくれてるというのは嬉しいですよね。でこちらの方はね、貸し切り風呂は一の房に1つだけしかないということで、事前予約が可能ですので、もしご希望の方はね予約をするといいのかなというふうに思いますね。大浴場をご紹介します。大浴場は清流館地下2階にあります。
まずは最も大きく男湯女湯があるマリコの湯です。大浴場に行ってきました。通常の大浴場のね、マリコの湯っていうお風呂ですけれども、やっぱりかなり大型のね、お風呂で、お風呂の真ん中ら辺に丸太のような棒がね、何本かあって、お風呂自体は石のお風呂で、上にちょっとこう木があるような、そんな感じのお風呂でした。お部屋のお風呂と同じで、弱アルカリ性の硫酸塩塩化物泉ということで、すごい透明な感じのね、綺麗な感じのお風呂でしたね。お部屋からの景色はあまり良くはなくて、外の景色が少し見える程度の、そんな感じのお風呂でした。露天風呂は離れた場所にあり、マリコの湯からは少し歩く必要があります。結構距離があるのと、多少階段が続きますので、足の不自由な方はご注意ください。こちらが露天風呂のある離れの塔となります。露天風呂では自然保護のため洗い場はありません。男女で利用時間が異なるためご注意ください。チェックイン日に男性が入れる露天風呂が自然風呂というお風呂でした。こちらはですね、湯船が木でできたような湯船になっていて、周りも全体がね木でできたような湯船で、露天風呂とはなっているんですけれども、上はある程度屋根がかかっていて、周りもあまり見えないような、そんな感じのお風呂になってました。で、お湯の温度はねぬるめの湯ということで、結構長い時間入れそうな、そんな感じのお風呂でしたね。鹿のぞきの寝湯と広瀬川源流露天風呂はさらに奥にあります。そしてもう一つ、男性がチェックイン当日に入れるのが鹿のぞきの寝湯というお風呂でした。で、こちらのお風呂はねすごくいいお風呂で、上がもう完全に露天風呂になっていて、そして周り全体が湯風呂なんですね。本当にもう寝湯というか、木でできた枠のようなものがあって、そこにこう寝そべることができるんですね。で、お湯の温度もそれほど熱くはなくて、結構長い時間入ってられそうな、そんな感じのお風呂で、こちらはとても良かったですね。チェックアウト日にはね、露天風呂の一つ、広瀬川源流露天風呂に行ってきました。で、こちらのお風呂はね、湯船が4つと、それからよもぎ蒸し風呂というサウナのような、そういうところがありまして、すごいのはね、広瀬川の渓流が目の前で、少し段差があって、ちょっとこう小さな滝のようになっててね、すごい迫力のある渓流が見れるところがすごくて、こちらのお風呂は本当にいいお風呂でしたね。で、立ち湯っていうのはね、130センチの深さがあるお風呂で、こちらはちょっとぬるめのお湯になってまして、それから眺望の湯、河原の湯、清流の湯という風になってました。で、河原の湯っていうのはちょっと高めのところにあって、で、こちらはぬるめのお湯になってて、他の眺望の湯と清流の湯はちょっと厚めのお湯ということになってます。それからね、よもぎ蒸し風呂っていうのがね、ミストサウナのような、そういったサウナのようなお部屋になってまして、ただ窓がしっかりあって渓流が見えるんですね。で、こちらもね、なかなかいい感じの、温度もちょうどいい感じで、結構長い時間入れるような、そんな感じのサウナでしたね。お湯はお部屋と同様の pH8.3 の弱アルカリの硫酸塩塩化物泉ということで、加水と消毒はされているようですけれども、循環録はされてなくて、源泉かけ流しということでしたね。お湯の印象としては無色透明無臭で、非常に透明度が高い印象で、やはりそういった透明度の高いお湯っていうのもね、温泉らしさなのかなというふうに思えるような、そんな感じのお風呂でしたね。とてもこちらの源流露天風呂、いいお風呂ですので、これはね、一の坊来たらぜひこちらは入ってほしいと思います。夕方には時間限定で山のまんじゅうとジェラートがいただけました。お風呂上がりにいただきましたが、どちらもめっちゃうまかったですよ。
ラウンジくつろぎサロンをご紹介します。くつろぎサロンは一の坊オールインクルーシブの目玉です。この広くて雰囲気のいいラウンジを宿泊者はいつでも無料で利用可能です。場所も館内もほぼ中央にあり、アクセスしやすい位置にあります。とても居心地が良く、宿泊中は気軽に何度も来てしまいました。ライブラリーも人気がありましたよ。さまざまな展示があり、見ているだけでも楽しめます。飲み物や食べ物が非常に充実しているのも特徴です。おつまみコーナーは時間によって多少メニューが入れ替わります。生ビールサーバーです。お部屋へ持ち帰ることもできます。これは嬉しいですよね。ワインもありました。こちらも時間で変更されていました。アイスキャンディーです。娘が喜んでいましたよ。コーヒーもお部屋へ持って帰ることができます。こういった気遣いは嬉しいですよね。ミルで豆からひけるこだわりのコーヒーもありました。ラウンジの外にある水鏡の庭に行ってみます。プールのような水鏡があり、開放的になっています。デッキには椅子とテーブルがありました。外でくつろぐこともできます。入り口のところで毛布を借りることもできました。外には月が出ていましたよ。お楽しみの夕食ビュッフェです。夕食の会場は手仕事ビュッフェ桜ダイニング。まさに手仕事といえる素晴らしい食事でしたので、ぜひご覧ください。夕食も朝食もこちらの桜ダイニングですが、食事の時間はうまく調整されていて、混み具合も気になりませんでした。客席もとても広く、十分な余裕がありました。ビュッフェ会場です。とても開放的で、ほぼすべての食材がカウンター越しにいただけるのが特徴です。とても清潔感のある整然とした広いカウンターの奥では、調理人の方が食事を作っています。まずは目玉料理の一つ、仙台牛ステーキ。目の前で鉄板焼きです。ここまではよくあるライブキッチンですが、こんなに綺麗に盛り付けてくれます。まるでコース料理の一品のようですよね。たっぷり野菜のミネストローネ。パンコーナーです。ハイジのパン、フランスパンなどがありました。仙台名物牛タンのシチューもありましたよ。こちらもすごい。栗駒高原カテキン豚のしゃぶしゃぶ。仙台曲がりネギ、セリ、削り大根。目の前でしゃぶしゃぶしてくれます。スープは和風スープとテールスープから選ぶことができました。2種類のスープで作ってもらいましたよ。仙台白菜と油揚げの味噌汁。こちらは漬物、からしきゅうり漬けと大根漬け。天ぷら、牛タン焼き、お寿司のカウンターが並べています。天ぷらはエビと舞茸とセリです。目の前で揚げてくれます。仙台といえば何といっても牛タン焼きですよね。こちらも目の前で焼いてくれます。目の前で焼いてもらえて味も最高でしたよ。
はい、ありがとうございます。こちらはお刺身、サーモン、タイ、ビンチョマグロ。こちらも目の前で切ってくれます。本日のお寿司はマグロ、ヒラメ、赤貝でした。目の前で握っていただきます。見た目の彩りも素晴らしいですよね。チーズと生ハムのサラダ。こんなに綺麗に盛り付けてくれます。品数は多くありませんが、一品一品の質が素晴らしいですよね。あん肝ポン酢、ごま豆腐と湯葉、べっこう飴、かぼちゃとさつまいも、いちじく、クリームチーズ和え。すみません、失礼いたします。きのこのシーザーサラダ、ぶり大根。丁寧に盛り付けてくれます。こだわりが感じられますよね。炊き込みご飯は2種類。こちらは大根飯。なんと鯛めしもありました。紫芋のタルト、リンゴジュレ、ベイクドチーズケーキ、ガトーショコラ、メロン、巨峰。飲み物もとてもたくさんありました。ウイスキーや焼酎など。ソフトドリンク。見た目にも楽しめますよね。炭酸飲料やコーヒー。そしてこちらは嬉しい生ビールサーバー。一の坊ブランドの日本酒。秋湯ワイナリーのワイン。並べてみましたよ。一皿ずつのコース料理のようでとても豪華ですよね。普通のビュッフェではここまで綺麗に並べることはできないと思います。あん肝ポン酢、仙台牛ステーキ。焼き加減もミディアムでめちゃくちゃうまかったですね。こちらも良かったですね。本日のお寿司、マグロ、ヒラメ、赤貝。やっぱり仙台といえば牛タンですよね。これも目の前で焼いてもらえてめちゃくちゃうまかったです。天ぷらも揚げたてでパリパリで最高でした。こちらはチーズと生ハムのサラダ。見た目が素晴らしいです。栗駒高原カテキン豚のしゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶの肉も柔らかかったですね。こちらは鯛めし。鯛めしも良かったです。ぶり大根です。こちらは大根飯。野菜好きの方にはいいかもしれませんね。出来たてのアップルパイが振る舞われていました。早速いただきます。こちらもサクサクでめっちゃうまかったですよ。ビュッフェ形式ではありますが、好きなコース料理をいただくようなイメージです。見た目も素晴らしく大満足のビュッフェでした。夕食後はロビーでミニコンサートが行われていました。こういったイベントは嬉しいですよね。朝食ビュッフェをご紹介します。朝風呂に入ってから朝食へやってきました。
朝食も夕食に負けず劣らず素晴らしいので、ぜひご覧ください。開放的で整然と並んでいて、見た目も素晴らしいですね。こちらは作りたてワンプレート。一つのお皿にフレンチトースト、スクランブルエッグ、ソーセージの盛り合わせです。とても綺麗に盛り付けてくれます。パンは朝の焼きたて、ショコラ、クロワッサン、バニラチョコパン、バターロール、穀物パン。見た目が素晴らしいです。牛乳、フレッシュトマトジュース、小松菜のスムージー、ヨーグルト、フルーツも豊富です。サラダバーです。ドレッシングも豊富です。品数は少なめですが上品に配置されていますね。左からサバの塩焼き、山菜の煮浸し、オクラ塩昆布和え、海苔、たらこ、しそ巻き、牛タン柔らかに。仙台味噌の焼きおにぎりは焼きたてをいただけます。左からかぶときゅうりの浅漬け、梅干し、赤かぶ漬け、玉こんにゃく、肉じゃがです。味噌汁の具も豊富です。鶏つみれスープ、朝カレー、クラムチャウダー、卵焼きも目の前で焼いてもらいます。ご飯は一の坊ブレンド米ほの市と玄米金の息吹でした。ドリンクコーナーです。珍しくチャイがありました。ソフトドリンク、並べてみました。やっぱり普通のビュッフェと違ってコース料理みたいですよね。作りたてワンプレート。こちらはフレンチトースト。焼きたてのだし巻き卵。クロワッサンとショコラ。これも朝の焼きたてでパリパリで美味しかったですよ。お味噌汁です。こちらは仙台味噌の焼きおにぎり。妻に割ってもらいました。こんな感じです。これも美味しかったですよ。グレープフルーツやキウイ、マンゴー、鶏つみれスープ、チャイをいただきました。ミルクティーのような感じです。小松菜のスムージー、肉じゃが。ご覧の通り一の坊のビュッフェは本当に素晴らしくて大満足でした。ラウンジでは朝のサイフォンコーヒーが振る舞われていました。もちろんインクルーシブで無料です。本格的なサイフォン式でコーヒーを入れてくれます。2つお願いします。フラスコをアルコールランプで温めてお湯がロート内に上がってきます。コーヒーを入れて攪拌します。コーヒーの量や粒の大きさとこの混ぜ具合でコーヒーの味や香りが決まります。最後にフラスコを冷やしてコーヒーが抽出されます。いい感じでできましたよ。娘と将棋をやりながらコーヒーをいただきました。チェックアウトです。ゆずくしサロン一の坊いかがでしたか？これぞオールインクルーシブというサービスとコース料理のようなビュッフェが素晴らしい宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、ぜひチャンネル登録の上引き続きご覧ください。
定義如来西宝寺へ行ってみました。作並温泉から仙台方面へ車で約20分、大倉川を越えた山の中に定義如来はあります。定義如来は浄土宗の寺院で定義山と呼ばれることが多いようです。コロナ禍で観光客は減っているようですが、宮城県内有数の観光地となっています。山門の前にはお店がたくさんあり、賑わっていますよね。境内の周辺マップです。山門から貞吉堂は登録有形文化財に指定されています。山門です。看板には山号にあたる極楽山と書かれています。境内には鐘や香炉などがありました。お線香を立ててみましたよ。旧本堂にあたる御廟貞吉堂です。定義如来はもともと1706年に創建され、山門や貞吉堂などは1930年前後に建てられたようです。こちらは現在の本堂です。正面に見える大本堂を含め1999年頃に建設されました。大本堂です。大本堂の前には子育て観音がありました。五重塔がありますのでご紹介します。青森ヒバのみを用いた建築で1986年に建てられました。定義山観光といえばグルメもお楽しみの一つです。こちらの定義豆腐店の三角定規油揚げはおすすめですよ。お土産もありますが、その場でいただくこともできます。お値段も安いです。定義山名物三角定規油揚げです。鰹節と唐辛子、醤油をかけていただきます。おやつ感覚ですがめちゃうまでしたよ。仙台味噌の焼き飯もいただきました。焼きおにぎりの表面に仙台味噌が厚く塗られたおにぎりですが、意外にそれほどしょっぱくはありませんでしたよ。帰りに大倉ダムにも寄ってみました。今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録の上、引き続きご覧いただけると嬉しいです。